ラティオスイベントのおすすめ料理とおすすめ備蓄。ジャスパルと申します。皆さん、ラティオスと心の雫の準備、順調に進んでおりますでしょうか？私はまだまだ何を準備したらいいのかふわふわしておりまして、さすがにそろそろ時間がないぜってことで、2週間連続となるラティオスイベント本番で何の料理を作るか、それに向けて何の食材を集めておくべきか、今更ながら考えていきたいと思います。ぜひ皆さんの料理計画も教えていただけますと幸いです。それでは参ります。ということで、ラティオスイベントの料理と備蓄考えていきたいと思います。今回のラティオスイベントでは、ドラゴンタイプの集める食材がプラス1個される大きめのボーナスがありますので、ドラゴンタイプを中心に考えてみたいなと思います。で、あらゆるパターンを想定していると恐ろしいボリュームになってしまい、動画を作っているうちにイベントが始まりかねないということで、ドラゴンタイプの食材ポケモンである海竜とジジーロン、この2匹の食材を中心に考えていきたいと思います。ちなみにドラゴンタイプのポケモンたちが集められる食材はこんな感じになってます。ここにラティオスが加わることになりますね。どんな食材になるでしょうか？で、今回海竜ジジーロンを中心に考えるんですが、もしチルタリスやボーマンダでお手伝いブーストダメなんかをできる方は、彼らの食材ももう少し重めに見てあげてください。まあそんな感じで、ここからはハーブ海竜、コーン海竜、大豆ジジーロン、アボカドジジーロン、この4パターンに絞って考えていきたいと思います。ってことで、まずはハーブの海竜。食材プラス1個がある場合、食 MAA レベル50でも1日105個ととんでもない量のハーブを集めることができるみたいです。こちら睡眠時間9時間の設定かつヒーラー込みの能力になっているんですが、元気チャージもパワーアップしますので、ヒーラーいらずでハーブはほぼほぼ一任できそうですね。さすが海竜ってことで、ハーブの海竜、鍋が大きい場合のおすすめ料理はワカモレ、ゴロッとサラダ、メザパシチュー。おすすめの備蓄はアボカド、コーン、かぼちゃ、きのこあたりでしょうかね。鍋が小さめな場合はおすすめ料理煉獄カレー、コーンレシピたちという感じになるでしょうか。まあそこまで小さいレシピでもないんですけどね。ってことで、まずは鍋が大きい人向けの話。ハーブをたくさん使う強レシピといえばワカモレですよね。というか、ワカモレと煉獄カレーとギリヤドンカレーくらいしか海竜の暴力的なハーブをさばける料理ってないんですよね。ってことで、ハーブ海竜がいる方はもはやワカモレ一択、サラダ一択で狙ってもいいくらいなんじゃないかなと思います。その場合、大豆は数も少なめでエナジーも低く、すぐに集めやすいよりの食材ではあると思うので、コーン、アボカドの備蓄がしっかりできていれば基本問題ないかと思います。で、そもそも料理を狙わない場合や EX などでガチャに限りがある場合、デザートに使えないハーブなのでかなりリスキーなんですが、まあかぼちゃ、きのこ、アボカド、コーンあたりの備蓄でゴロッとサラダ、メザパシチュー、ギリパンケーキあたりまで見ておくと2週間戦えそうな気がしますかね。一応ポテトはボーマンダ、トマトはかろうじてラティアスで、大豆はジジーロン、チルタリスがいてくれているので、メンツが揃っていればかなりなんとかなるよりだとは思います。まあしかしながらハーブ海竜中心の場合は気合でサラダ狙い、これが一番良さそうに思いますね。そして鍋がまだ小さめな場合、こちらはもはや煉獄しかないまでありますね。となると、こちらは気合でカレーを狙いたいところなんですが、コーンを備蓄中心の食材にして補うことになるかと思うので、その他コーンレシピに備えられる、コーン、生姜、ミートあたりで他のジャンルを対応することになりそうな気がします。いずれにせよ、ハーブは気合の料理狙いが最も向いていそうですね。ってことで、ハーブ海竜中心の場合、ワカモレとカボチャレシピ、煉獄とコーンレシピあたりがおすすめとなりそうです。それでは続いて、コーンの海竜。コーンの海竜は A、B の場合でもハーブがそこそこ溜まるというのが特徴的で、 A、B、B だとコーンは無敵っていう感じになりそうです。ってことで、鍋が大きい場合のおすすめ料理はワカモレ、ワッフル、かぼちゃレシピ、グラタン。おすすめ備蓄はオイル、蜜、かぼちゃ、アボカド。鍋が小さめな場合はおすすめ料理が
若草サラダ、お茶会コーンスコーン、煉獄カレーなどのコーンレシピ。おすすめ備蓄は生姜、ミート、トマトあたりになりますかね。ってことでまずは鍋が大きい人の場合、コーンレシピはカレーが煉獄止まりとなっていて、そちらはハーブがメインすぎるのでサラダとデザートの両党が良さそうに思います。ってことでワッフルとワカモレを中心に手持ちのポケモンに合わせてカスタマイズしていくのが良さそうですかね。ワカモレはコーン海流だとハーブの供給が追いつかないこともあって、個人的なおすすめはかぼちゃも集めておいてゴロッとサラダとパンケーキにもアクセスできるルートなんじゃないかなと思ってます。ミルクが得意であればオイルとアボカドを厚めにしてグラタンまでカバーするのも悪くなさそうですね。まあカレーだった場合コーンが相当余っちゃうので海流編成しづらいんですけどね。でAB 海流でも1周目がデザートだった場合ってイベント2周目にはそれなりにハーブが溜まっていそうな上にボーマンダのスキル1回でワカモレが作れるようになるので、1周目デザート2周目にサラダとかだとなお良さそうな気がします。しっかり料理を狙えるのであれば1周目のデザートに向けてカカオとか蜜も積極的に貯めちゃっていいんじゃないかなと思いますね。そして鍋が小さめな場合、ハーブ同様コーンレシピが中心になりますかね。さすがに AB 海流であればコーンは相当お任せすることができそうです。こっちは煉獄カレーを連打できるほどハーブを集められるわけではないので、カレーは2周目に狙えると良さそうです。となると1周目の最有力レシピは生姜もミートもキープしておける若草サラダになるでしょうかね。まあオイルが大変なのでそこは手持ちと相談で。そんな感じでしょうか。ってことでコーン海流中心の場合、鍋が大きい場合はデザートからのサラダがおすすめで、かぼちゃレシピにもアクセスできると安定感増しそうです。で鍋が小さめな場合、2周目がカレーだとやりやすくなるかもしれませんね。そんな感じでしょうか。海流は一旦こんなところで、続いてジジイ論。ジジイ論はレベル60にできている方はごくごくわずかなんじゃないかなと思うので、レベル30のみ見ていきたいと思います。まずは大豆。AA 食 M レベル30あれば大豆は全てのレシピをほぼほぼ賄ってくれそうですね。ここにラティアスの癒しの波動まで入ってくれば食 M とかを持っていなかったとしてもかなり信頼できそうに思います。一方 AB アボカドの場合はまあ大きなレシピ3食分は無理だとしても事前の備蓄と合わせることでそれなりにお仕事できそうですね。イベントボーナス的には大豆プラス1個よりアボカドプラス1個の方が強いのも嬉しいところです。ってことでこちらも大豆ジジイ論中心から考えていきたいと思います。大豆ジジイ論の場合、鍋が大きい方はおすすめの料理はワカモレ、メザパシチュー、おすすめの備蓄はアボカド、トマト、キノコあたりでしょうかね。鍋が小さめな場合はおすすめの料理が忍者、おすすめの備蓄がネギ、キノコでしょうか。ってことでまずは鍋が大きい場合からお話ししていくんですが、大豆を使うでかいレシピ、結局ワカモレが入ってくるのでいずれにせよアボカドは集めたいんですよね。なのでここは AB ジジイ論とほとんど変わらないかもしれません。でデザートでは大豆もアボカドもあんまり存在感がないので、どうせならカレーとサラダに絞ってしまうとより良いのかなと思います。デザートだと大豆のジジイ論はさすがにお休みになりそうですかね。ってことでもう直球でワカモレとメザパの食材で苦手なものを多めに備蓄しておくといいでしょう。キノコやコーン、トマトが入ってくるのでかぼちゃレシピとも一応相性はいいんですよね。なので料理ジャンルを狙えない場合はかぼちゃも集めておくと良さそうです。鍋が大きい場合そんな感じで、小さめな場合なんですが、ここが大豆のジジイ論一番の活躍タイミングになるかもしれませんね。おすすめは忍者ってことで、大豆を大量に使用するそれなりに強力なカレーとサラダがあって、どちらともネギとキノコを使うので、ネギとキノコをしっかり備蓄して挑めれば大豆はジジイ論に一任できそうなので、それだけでかなり戦っていきそうですね。でデザートは相変わらず苦手なので、なるべくカレーかサラダを狙いたいところです。ってことで大豆のジジイ論、デザートだとかなり出番がなさそうなので、鍋が大きくても小さくてもできたらカレーかサラダを狙いたい、そんな感じになりそうです。なかなか大豆ってそれ中心に考えるような食材でもないのかもしれませんね。そしてお次、アボカドのジジイ論。鍋が大きい場合のおすすめの料理はワカモレ、グラタン、メザパ、かぼちゃレシピ。
おすすめの備蓄はアボカド、トマト、キノコ、かぼちゃ。あんまり変わらずでしょうかね。鍋が小さめな場合、スムージーと砕けるサラダがおすすめになりそうです。備蓄はオイル、トマト、ミルクあたり。ってことで、アボカドのジジイロンは大豆が少なくなってしまう分、ワカモレ連打とかメザパ連打はちょっと苦しいのかなとも思うので、1周目がデザートの場合も一応入ってもらう選択肢はありそうですかね。2周目に向けて貯めておく的な。その場合、1周目はしっかりとデザートの準備を整えて挑めた方がいいだろうと思うので、一層ハーブ、コーン、若漏れに使う食材以外はもうデザートの備蓄中心で、2周目サラダとかピンポイントで狙っていけると良さそうに思います。結局ね、若漏れが海流がいないと相当作りづらいレシピになっているので、ここまで話してきてなんなんですけど、ジジイ論中心って結構無理あるのかもしれません。できたら海流もいてほしいところですね。で、鍋が小さめな場合、これも結構難しくて、小さめなアボカドのレシピがサラダとデザートにしかないので、1周目スムージー、2周目砕けるサラダみたいにできるといいのかなと思います。そんな感じでジジイ論を中心に据えるっていうのは海流に比べるとちょっと無理がありそうなので、よりピンポイントに料理を狙える場合の選択肢として思っておくのが良さそうですかね。結局コーンが優秀で、それ以外はピンポイント目に準備しておくといいかもねっていう話になっちゃいますね。てなわけで、ここまでをざっくりまとめてこの動画締めていきたいなと思います。ドラゴンタイプの食材のポケモンを中心にラティオスイベントで料理を作っていく場合、鍋が大きい場合、ワカモレが最強のレシピとして割と何でも入ってきそうです。ってことで、海流がいるかどうかで大きく戦略が変わります。ハーブの海流や大豆のジジイロンは彼らを中心にする場合、相当ピンポイントに料理を狙って備蓄を整えると良さそうです。で、料理を狙えない場合、アボカド、コーン、かぼちゃ、キノコあたりを厚めに持って、結局のところアボカドレシピかかぼちゃレシピみたいな広めのレシピに対応しつつ、2周目に向けて食材を貯めながら進行すると良さそうですね。かぼちゃレシピのゴロッとサラダのレシピレベルが上がっているかどうかも鍵になってきそうなので、結局のところ序盤は備蓄食材で強い料理を作って、中盤からはあるもので流していくとかが大切になりそうな気もします。そんな感じで最後はガバガバな結論になってしまったわけなんですが、結局アボカド、かぼちゃ、コーンなどの新食材で広めに対応できるやつが強いっていう、締まらない結論で終えていこうかなと思います。ぜひ皆さんがラティオスイベントで作る料理、集めている備蓄食材、こちらも教えていただけますと幸いです。そんなラティオスイベントのおすすめ料理とおすすめ備蓄でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に助かります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではね、もう結構時間もなくなってきたんですが、最後までラティオスイベントに向けて食材の準備していきましょう。皆様が狙いの料理ジャンルを一発で弾けることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。